こんにちは。悩み解決チャンネルのキリです。今回は、面接に受かりやすい履歴書の書き方3選ということで、ミシガン大学の論文をもとに、面接に受かりやすい履歴書はどう書くべきかというのを解説していきたいと思います。まず最初に、この動画の結論を言っておきます。1、御社のプロジェクトの考え方は私の理念にそっくりです。というふうに、基本は企業や組織の価値観を通して自分の価値観を表現していく。2、自分を絶賛するのは多すぎても少なすぎてもダメで、御社に役立つ能力がありますぐらいの言い方にしておき、女性の場合、もう少し自分を絶賛しておく。3、御社の理念に共感しましたみたいに、とりあえず相手を褒めておく。というわけで、ミシガン大学がどういう実験を行ったかっていうと、企業への印象がいい履歴書やそれ以上の書き方とはというのを調べるために、巨大な人材データを使ってたくさんの履歴書を集め、それを実際に評価してもらったという感じです。まず最初の実験では、履歴書にありがちなパターンを以下の3つに分類しています。1、私は最高の人材です。必ずお役に立ちます。みたいな自分を絶賛する系。2、御社は最高です。業界でも有名ですよね。みたいな相手を褒めまくる系。3、御社のプロジェクトの考え方は私の理念にそっくりです。みたいなハイブリッド系。最後のハイブリッド系が少しややこしいですが、要するにその企業の価値と自分の価値を結びつけて提案するってパターンです。さらにこの研究では、この3つのパターンに加えて、褒め度の高さというのも考慮に入れています。例えば、私の力でプロジェクトを成功に導いてみせます。みたいなのは褒め度が高め。私は御社のプロジェクトに貢献できると思います。みたいなのは褒め度が弱め。以上の要素を組み合わせた上で、どの戦略を使えばいいのかというのをチェックしたわけです。では、ざっくり分かったことを4つ言っていきますと、1、大抵の人は募集要項の言葉に大きく左右される。企業が事務能力が最高の人を求むと書けば、履歴書にも私は最高ですと書いてある確率が高くなり、企業が自信がある人と書けば自信がありますと書いた履歴書が増える。ただし、これは良くも悪くもないという結果でした。2、自分を絶賛するのは多すぎても少なすぎてもダメ。基本的にあまりにも自分を褒めている履歴書は、相手にこちらを操ろうとしているみたいな印象を与えてしまい、かといって全然自分を褒めないのも同じぐらい印象は低下することが分かりました。要するに、御社に役立つ能力がありますぐらいの言い方がいいという結果でした。3、相手を褒める戦略はとりあえず損はない。企業を褒める文章は必ず入れておいた方が、一貫してこの応募者はうちに合っていると思われる確率が上がったそうです。何も書かないよりは、とりあえず相手を褒めておいた方が有利ということですね。4、女性は男性より控えめ。女性ほど自分を絶賛しないケースが多いので、少しは入れておいた方が良いとのことです。御社の理念に共感しましたみたいな相手を褒める言葉は、やっぱり一定の効果があるというのは間違いなさそうですね。研究者曰く、その企業や組織の価値観を通して自分の価値を表現していくと、企業があなたを適材だとみなす確率は高まる。また、この手法はそれ以上に向こうの行為を吹き出す効果があるとのことで、この結果を見ると、基本は、御社のプロジェクトの考え方は私の理念にそっくりですみたいなハイブリッド系の褒めるテクニックを使うのがベストです。つまり、最初に相手の価値観を徹底的にリサーチして、続いて自分の価値をリストアップする。最後に相手の価値観と自分の持つ価値を合成できないか考えるってステップを踏んでいけば、単なる自慢ではなく、かといって相手を褒めるだけに終わらない内容が書けると思います。というわけで今回は、面接に受かりやすい履歴書はどう書くべきかということで、1、御社のプロジェクトの考え方は私の理念にそっくりですというふうに、基本は企業や組織の価値観を通して自分の価値観を表現していく。2、自分を絶賛するのは多すぎても少なすぎてもダメで、御社に役立つ能力がありますぐらいの言い方にしておき、女性の場合、もう少し自分を絶賛しておく。3、御社の理念に共感しましたみたいに、とりあえず相手を褒めておくという戦略を紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、動画のシェア、Twitter のフォローもよろしくお願いします。